ちょうどパタヤで生活し始めて3年ぐらいになりますかね。日本と、パタヤってだいぶ文化が違うんですけれども、世界中からご機嫌な方々が集まり続けるご機嫌のメッカ。僕自身ご機嫌であれば全てがうまくいくという自分のね中のこの自己理念って言ったらいいのかな、哲学をもってしてその人生を楽しませていただいているんですが、本当ありがたいことにね、おかげさまでよくこの人生生きているうちにパタヤというところを見つけることができたななんてね、自分我ながらすごいあまりにもの幸せにびっくりしてるんですけれども、今日はそんなパタヤでの生活でね、気づいたこと、学んだこと、その再確認させていただいていることなんかをね、マイペンライスピリッツというテーマでちょっと話していこうかななんて思っております。いや本当ね、人生の中で大切なことをもうこのパタヤでの生活の中で再確認させてもらってるんですよね。じゃあその最初にマイペンラインについてちょっと話していこうかなって思うんですけど、このマイペンラインっていうのはね、take it easy とか no problem とか気にしない慌てない一休みみたいな、なんかそんな一休さんみたいな考え方なんですけれども、日本でもね沖縄でなんくるないさみたいな言葉がありますけれども、僕は関西人なんでね、いやどうでもええよみたいな、そんな言い方する時もありますね。いやそんなんどうでもええよみたいな。いやパタヤで暮らしてるとね、このマイペンライスピリッツがもう根幹にあるその基本的な考え方っていうか大前提ですよね。細かいことを気にしたり、ルールや規則に縛られたり、人の目を気にしたりとかね、そんな心配事が皆無なんですよ。ただ日本から来たばっかりの時はね、いろいろ違和感感じることもありましたよ。なんか明日10時に行きますね言うて、向こうからね言うてきた方が10時になっても来ないとするじゃないですか。でどうなってますかみたいな、トゥモローなとかいきなり言われるんですよね。いやもうそんなことはもう日常茶飯事ですね。トゥモローが next week になって、 next week がね next month になって next year になるなんてことも多々ありますよ。簡単に言えば未来を決定しないというかね、予定は未定みたいな言葉ありますけれども、これ何なのかな、めちゃめちゃ楽しみにしてることとか、儲かることとかね、自分にとって都合のいいことだったり、仲良くなったりするとね、結構未来も予測できたり決定できたりすることあるんですけれども、面白くないこととかはほとんど忘れられますね。だからね、予定が組めないんですよ。未来の予定は基本的に気が向いたらっていうようなところがありますよね。例えばまた食べに行きましょうって言ったらね、行きましょうってなるじゃないですか。いつ行きますって言って明日行けますって言ったら明日行きましょうってなるんですよ、ノリでね。でもその明日になったら今日どうします言うたらお腹いっぱいですとかね、なんかもうちょっとよくわからないんですよね。約束できないというか、未来の出来事を決定することができない、決定しないのかもしれませんね。基本的に時間を決めて守ったりするという習慣がない感じですわ。何事もきっちりしてないというか、ゆるいんですよね。未来や他人に対するその期待値が低いっていうかね、僕ら日本人が特にね期待値高すぎるのかもしれませんけれども、何事もね忘れた頃にうまくいくことばっかりなんで、今はね僕も期待値低くしてね、一応来週言うてるけどみたいなところあるんですけれども、言うたこともね忘れてることよくあるんで、何回も言う必要あったりするんですよね。なんかこう1つ2つ3つぐらいあったら2つは忘れられるような感じしますね。例えばこっちがお客さんの立場でね、あれをこうしてくださいみたいなことをオーダーして、で忘れてるかななんて思いながら、どうなってますって聞いたら、一体何がしたいんですか、どうしたいんですかってまた聞かれたりね。ほんでもう一回説明させてもらったらおーとか言われたりしてね。そんな感じですよ。未来のこともね忘れられるんですけれども、実は結構過去のことも忘れてはるんですよね。結構辛い過去なんかもね忘れて明るくこう生きておられるんで、これはねいいことだなって思うんですけれど、引きずらないっていうかね、とにかく今を生きるというか、今なんですよね。
僕も初期の頃はね、いつ行きますとか、明日ってなったら明日何時にしますとかね、どこにしますとか、なんかこう未来を決定しようとしてたところあったんですけれども、これは通用しないですね。まあほとんど誰もメモも取らないし、スケジュール予定管理なんかしてませんから、ひたすら今を楽しんではるっていう感じですね。マイペンライン。例えば料理とか注文したりして違うものが出てきたりとかね、ドリンクでも違うものが出てきたりすることなんか、もうほんとこんなことね、日常茶飯事なんですが、例えば注文したものと違う品物が届くとか、違った色のものが来るとか、冷蔵庫なんか頼んだ時までボコッとへこんでたんですよ。そしてこれ返品してください言ったら、冷えませんかとこう来るわけですよね。で冷えるんですけれども、ちょっとねへこんでるから交換してください言ったら、これまた向こうからね、問題ないとマイペンライ言われるわけですよ。いやもう言い出したらキリがないですね。そう料理なんか注文しようと思っても誰も注文聞きに来てくれないとかね、食べ終わって会計お願いします言ってんのに全然会計来てくれないとか、もうそんなことももう本当に日常茶飯事。日本だったらね、やっぱりお金払う人、お客様は神様みたいな考え方ありますけれども、こちらではそういうのはありませんからね。人類みんな兄弟言うかなんていうか、みんな平等。日本みたいにね、すいません言うてお箸くださいとか取り皿くださいとか言ってる場合違いますよ。もう自分からね、勝手に歩いていって見つけて持ってきたらいいんですよ。上下関係も主従関係もありませんよ。従業員なんて言葉もね、なんかそうじゃなくて、チームというかね、パートナーですよね。みんな一緒に働いてる仲間たちのことをブラザーとかね、シスターとか言いますからね、兄弟やったんなんて思っても違うんですよ。同僚みたいな意味ですかね。上下関係っていうのがないんですよ。これは逆に日本だけの現象かもしれませんね。上司が部下に指示命令なんて、そんなことしたらみんなやめてしまいますよ、こっちではね。サボってる人がいてたら注意をするみたいな、そんなこともありませんね。サボりたい人はサボって、やる気のある人はやる気出して、人それぞれね、なんか完結してるんですよね。ほんでまたみんなね、ルールも規則もそんなのあんまり守らないっていうか、いざという時にはね、こんなルールになってるんですよっていうのはあるんですけれども、基本的に楽しさとか利便性を追求してますね。時間もルールも規則も守らなければいけないものではなくって、一応目安として決めとこかみたいな感じなんでしょうかね。いい意味臨機応変というか、気分を大事にしますね。気分を。基本的に人が気分悪くなるようなことは誰もしはらへんですね。きっちりしてもらわな気分悪い言う人はちょっとこれはね、向いてないと思うんですよ。のんびりなあなあでみんなご機嫌になんかやってるいう感じですね。そもそもルールや規則に縛られるよりはご機嫌を優先するといったところがある感じがしますね。楽しみ組の聖地、楽しみ組のメッカパタヤですから、いいか悪いかとか正しいか間違ってるかとか規則にのっとってるか否かとかいうよりもおもろいかどうかなんですよね。約束とかルールとか規則とか守っておもろないんやったら、それ破っておもろくする方がええんちゃうみたいな、そんなところあるんで、こんな天国みたいなパタヤもきっちりしようとかきっちりしてもらうのは困るなんて思ったら、もしかしたら地獄かもしれませんね。でもね、何でも結果うまくいくんですよ。これ不思議なことにね、ご機嫌であれば全てがうまくいくって、僕もね、日本にいる時からそんな考え方持ってたんですけれども、それが見事に体現化されてますね。みんな適当にゆるくご機嫌に暮らしてはります。なんかいろんなこと全然きっちりしてへんねんけれども、みんなが悲しまんように笑顔になれるように、ケースバイケースでやっていきましょうっていう愛があるっていう感じですかね。今ここ最高サバイリーみたいなね、そんな感じなんで、ないものねだりとかもあんまりないですよね。ないものねだりがないといえば、実は向上心もあんまりないんですよ。こんな言い方するとちょっとね、誤解を生むかもしれないんですけれども、日本ってほら偏差値上げていってね、いい会社就職してもっと儲けてみたいな、もっと豊かになってもっと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 いう、そういう向上心を子供の頃から植え付けられてるじゃないですか。基本的に周りと比べられたり順番つけられたりとかしてね、人と比べてどうのこうのっていうよりも、自分がおもろいか楽しいか、それだけ、そんな感じですよね。だからその所得とかもね、結構格差があるんですけれども、皆さんそれなりに笑顔で
歌って踊って楽しくね過ごされてますよ。完全リラックス。過去をくよくよ悔やむこともなく、未来を憂うこともなく、なんか知らんけど踊ってる、歌ってる、なんかリラックスしまくってる、そんな感じかな。悩みがないっていうか、もう本当に悩みないでしょうね。スーパートロピカルシンキング。なんか苦労して努力してね、何者かにならんといかんみたいな、そんなことは全然なくって、みんなそれぞれ人それぞれ、とにかく楽しんでる。人の目を気にするなんてことももうほとんどないですね。ないものねだりがないっていうか、根本的に明るいっていうか、みんな自由に気ままにのんびり楽しんではるっていう感じ。マイペンライなんて言葉があるんですけれども、気にしない気にしない、一休み一休みみたいな、そんな一休さんマインド、これが普通に根付いてますよね。僕なんかは日本でね、何事もきっちりと規則正しく、周りに迷惑かけんように生きていいからあかんでみたいな、そんなね感覚あったんですけれども、こっちの方はね、ゆるくご機嫌に明るく楽しく気持ちよく、マイペンライスピリッツでね、気にしない気にしない、ご機嫌に楽しみましょうみたいな感覚ですかね。自分を束縛しない、周りを束縛しない、とにかくのんびり適当に無理せず楽しむみたいな。いや、ある意味ね、勝ち組負け組ではなくて楽しみ組の聖地ですね。勝つか負けるかとか、正しいか正しくないかっていうことなんかどうでもよくて、要はね、おもろいかどうかなんですよ。楽しみ組のメッカ、楽しみ組の聖地パタヤ。予定は未定、なんくるないさ。そういえばね、沖縄になんくるないさいう考え方、なんか言葉あったんですけれども、このパタヤのマイペンライスピリッツはこのなんくるないさにも似てますよね。一休さんもよう言うてましたよね。はい、慌てない慌てない、一休み一休みみたいな。いやほんとパタヤのねムードっていうのは、僕ら日本だったらきっちりしてもらわな困るんですよみたいな、そんな考え方あるんですけれども、こっちではもうきっちりされたら困るんですよみたいな。理屈じゃなくてリズムですよね。もうリズム乗っていきましょうよみたいな。みんな歌ったり踊ったりしてるような、そんな感覚で絶妙に楽しんでいきたはりますよ。約束の時間に人が来ない、頼んでたものと違うものが来た、壊れてる、動かない、間違ってる、忘れられとった、普通ですね。完成度低い言うたらそれまでの話なんですけど、僕ら日本人にとったらありえへんやろっていうようなね。初めてこっち来たらもうあまりにもの緩さにびっくりするかもしれませんが、僕ら日本人はね、ちゃんとするとかね、決まりを守るとかね、約束を果たすとか成し遂げるとか、こういう大和魂がありますけれども、こちらパタヤではね、その慌てない、焦らない、気にしない、大体で大丈夫、みんなハッピーっていうマイペンライスピリッツがありますよ。ご機嫌であれば全てがうまくいくという、そういうことでしょうね。僕も初めの頃は、あれ今日来る言うてはったのに来えへんやんとかね、頼んでたやつと違うやつ来てるやんとかね、なんでやねんって思うようなことも多々あったんですけれども、ゆるく楽しむいうことが、ある意味パタヤの文化、パタヤの魅力なんですよね。きっちりせんでもちゃんとせんでも、ご機嫌であれば全てがうまくいくというかね、全てもうまくいくっていうかね、そんな感じなんですよ。やっぱり僕なんか子供の頃からちゃんとしなさい、きっちりしなさい言うてね、よく怒られたりもしたもんなんですけれども、きっちりしなくてもちゃんとしなくてもお気楽極楽に楽しく生きていくことだってできるんですよみたいな、そんなことを感じさせてくれますね。例えばね、男が男を愛しても、女が女を愛しても、男が女になっても、女が男になっても、そういうのもね、本当にどうでもいいんですよ。恋愛なんかもいろんな形態ありますのでね。日本だったら全く人間関係もない芸能人がやれ浮気だ不倫だなんて言ってね、第三者が騒いだりしてますけれども、よう考えたら幸せやったらええんですよね。正しいことをきっちりやるいうことも大事でね、そんなんが好きな方もいらっしゃると思うんですけれども、おもろいことを適当にやると、そして正しさよりも楽しさ、きちんと成し遂げるいうよりも、ゆるく楽しむっていうかね、きっちり成し遂げるいうのももちろん大事な価値観なんですけれども、アバウトで大体で大丈夫、
適当にゆるく笑顔で楽しんで生きていくには最高ですよね。目くじら立てないっていうかね、何事もご機嫌にもう気がついたら潮吹いてモテるみたいなね、そんなのんびりとしたゆるいライフスタイルがここパタヤの魅力ですよね。ハングリー精神でね、多くを求めていくのも一つの生き方なんですけれども、こちらパタヤではね、あるがままを受け認め許し、そして大切にするというか、こういうね自然なライフスタイル、そして自然なワークスタイル、とにかく無理しない、のんびりと気軽にリラックスして生活するのが好きな方には向いてますよね。笑う角には福来たるということわざがありますけれども、笑う角には福来まくるんですよね。ご機嫌であれば全てがうまくいく、全てもうまくいく、うまくしかいかない。いや本当にまだまだ日本と比べると整備されてないというか、まだまだこれからっていう部分もねたくさんあって、所得格差なんかもね結構大きいんですけれども、それでもねなぜかみんなうまくいってるんですよ。というのもね、本当に笑顔でリラックスしてくつろいで幸せを感じて生きている、その生きる喜びを味わうことができるのは圧倒的にこちらですね。基本的にねみんな暇、その予定がたくさん詰まってるっていうことがなくて、やりたいことがいっぱいあったり、やらないかんことがいっぱいあったり、そんな感じじゃないんですよね。なんか日本にいてたら人類はねほんまに忙しくてやらないかんことだらけなんかななんて思って、時々鳩とかねその辺の犬とか見てたら暇そうやなとかね、楽しそうやなとか思うことあったんですけれども、いや実は世界中の人々っていうのはそんなに忙しくないんですよね。そのこと僕知りませんでした。いやそういえばね、パタヤにおる犬とか猫とかもめっちゃ暇そうなんですよ。ゴロンと寝転がっててね、コンビニの前とかでもグーグー寝てるしね、車走ってきても全然のかへんし、もうほんまにリラックスしてる、もう空気感がのどかですよね。世界中から人がやってきて、世界中の方々がリラックスしてのどかに暮らしているこのパタヤなんですけれどもね、初めて来た時はロシア人の方にねとても優しくしていただいて、そしてウクライナ人の方ご紹介いただいたり、オーストラリアの方ね飯食いに行ったり、カナダやイギリスの方に英語を教わったりね、インド料理もよく行きましたね。インド人のオーナーと仲良くなって、中国の方ともねよく遊ばせていただいて、音楽なんかはねフィリピンの方々と演奏したり、いつも懇意にさせていただいているセルビアの方、それからもちろんタイ人ですよね。タイの方々やっぱり僕みたいにねどっぷり暮らしてると半分以上はねタイの方々との付き合いが多いんですけれども、タイといっても結構広いじゃないですか。そのタイの中でもパタヤにお住まいになられてる方々っていうのはやっぱりね独特の雰囲気、ご機嫌ですよね。もうとにかく世界中からご機嫌な楽しみ組の方々が集まるのがパタヤ。2025年始まったばっかりですけれどもね、今世界はなんかねちょっと不穏な空気が漂ってますよね。人類の歴史を紐解いていくといつもね紛争とか戦争が絶えないわけですけれども、全ての問題とかね問題行動の根本的な要因原因はね、僕としては心の不満足感だと思うんですよね。恐れ、焦り、怒り、罪悪感、嫉妬心、こういったね心の不満足感、不幸感が問題を引き起こすというか、問題はね問題ではないと思うんですよ。むしろ問題を問題と捉えてしまうその考え方自体が問題なのかもしれなくて、もはやそれ自体も何の問題でもないと思うんですよね。いや本当にね、我々一人一人が明るく楽しく気持ちよく爽やかにご機嫌でね、それこそありがとうでいっぱいの感謝の気持ちをこう育んでね、ありがとうだらけのありがとうまみれのそんな人生を送っていくことさえできたら、これはもうダイレクトに世界平和ですよね。だってこれだけ心豊かに愛に満ち溢れたパタヤに暮らしててね、毎日な最高やな、ありがたいな、海風気持ちいいな、星空綺麗やななんてね、こんな気持ちで過ごしてて、
せや誰かに核ミサイル落としたろうなんてそんな気分にならないですよ。例えば誰かいじめたろうとかね、殴ったろうとか考えられないですね。そういえばね、パタヤは治安もめちゃくちゃ良くて、もともとねタイの方々っていうのはすごい心が優しくて、困った人いてたら必ず助ける。自分よりもね弱い人とか恵まれない方見たらこれ必ずお布施というかね、助けますよ。虫とか動物とかそんなんむやみやたらに殺したりいじめたりすることなんかありませんしね。みんなねもうほんまにもう涙出るほど心優しいんですよ。親、兄弟、家族、親戚、仲間、そういった方々を粗末にすることなんか絶対ありませんしね。愛が深いっていうかなんていうか、もうよく微笑みの国タイなんて言われますけれども、みんながね微笑んで助け合いながら心豊かに暮らしてますよ。お父さんとかお母さん、家族なんかとね別れてしまったりお亡くなりになられてしまったりした方もたくさんいてますけれども、マイペライファミリーっていう感じですよ。僕もこのパタヤに来てからねこの3年間本当にありがたいことにこっちでできたファミリーにね守っていただいて育てていただいて今があるわけなんですけれども、もうさっきもねビザの更新できたよとか車の税金払っといたでなんて言っていろんな方からねメッセージいただいて、もう何にも調べんでも何にもせんでも周りの方々が全部ね面倒を見てくださるんですよね。なんか食事なんかもねほんと毎日のように食べていくか言ってね、ちょっとさっきもねお腹いっぱいやったのに食べていけ言われたんでちょっと帰ってきたんですけれども、いや本当にねマジで全く困ることがないんですよ。仲間とかそのファミリーをね困らせるようなことをしないですね、タイの方々は。いや本当に世界中からねいろんな方がやってきてこのパタヤに住み着いてますけれども、その気持ちが分かりますね。いや本当にねこのパタヤで暮らしてたらここの現地の方々、タイのねパタヤの方々のその方々とのつながり、心の温かさ、豊かさ、これねもう胸が熱くなるぐらい、ジーンとくるぐらい毎日感じますよ。いやこれ本当にね人として人間として人類としてこの世に産んでいただいて育てていただいてね、そしてこの人と人とのつながり、助け合い、心の触れ合い、これほんまにね今まで生きてきてよかったなってもう心の奥底からじわっと感じますよ。いやもうほんまただひたすらに温かいですね。全く違う文化の日本から来させていただいて日々暮らさせていただいてね、このタイのパタヤのマイペンライスピリッツ、一言で言うと包容力ですかね。いやその大きなハートに包んでいただいて、本当に何かちょっとでもねちょこっとでも恩返しができたらええななんて思いつつ日々工夫しながらね試行錯誤させていただいているんですけれども、やっぱりちょっとでもね周りの方々に笑顔になっていただいて、やっぱりみんなの笑顔が一番じゃないですか。いやだからね本当に一人でも多くの方に喜んでいただきたい、楽しんでいただきたい、そしてねあわよくばご機嫌になっていただいて笑顔でね次々といろんな夢を一緒に叶えることができたらどんだけおもろいやろな思いながらねいろいろ活動させていただいているんですが、本当にねこのパタヤに来させていただいて、日本にいた時もうすうすは気づいてはいたんですけれども、やっぱり再確認させていただいた大切なことはね、我々がこの人生を楽しんでいく上で本当に大切なことはマイペンライスピリッツやと思いますよね。慌てない、気にしない、大丈夫、大体で大丈夫、いけてる、間違いない、こうやってお互いが寄ってたかって応援し合って暮らしていってるんですよね。ひょんなことでパタヤにたどり着いて丸3年、桃栗3年かき8年なんていう言葉もありますけどね、僕は正直ね心の奥底から物事、人生、世の中ご機嫌であれば全てがうまくいくと確信しているんですね。
逆を言えば不機嫌だったら全てが空回りしてしまうということなんですけれども、不機嫌っていうのはね、心の不満足感ですよ。不満足感イコール感謝の気持ちの欠如っていうかね、恐れや焦りや怒りや罪悪感、嫉妬心、そういったネガティブな感情に苛まれてしまうと、人生がどんどん不機嫌なものになっていってしまって、地球も丸ごと不機嫌になってしまいますからね。やっぱりね、最高やな、これありがたいな言うて、日々毎日感謝神経磨いて、もう毎日条件感謝してね、そしてもう無条件幸福感じられるぐらいまで、ありがとうだらけ、ありがとうまみれの人生をね、楽しんでいくことこそが、ご機嫌レベルをマキシマムまで高めて、その笑顔が溢れるこぼれる、涙も溢れるこぼれる、溢れるこぼれる、この生きる喜び、これが周りの方々にも伝わっていくんだと思うんですよね。やっぱりね、明るいところにみんな集まってくるんですよ。だって伝統にね、虫とかだって集まってくるわけじゃないですか。虫でも集まってくるんですから、人なんか集まらないわけがないんですよ。で、人が集まってきたらね、やっぱり情報とかアイデアとか助け合いとかね、そしてその人と人とのご縁、つながりからまた豊かさがね、満ち溢れてくるんですよね。本当にひょんなきっかけでパタヤに来させていただいて、この人生における大切なことはね、もうこのパタヤに全てあったんですよね。マイペンライスピリッツ、いろんなね、例えば未来を決定できないとか決定しないとかね、約束とかルールとか規則とか、そういったものをあんまり大切にしていないとか、そういったことからちょっとね、戸惑いを感じたりした部分もあったんですけれども、もっと大きなね、包容力というか、例えば人が人を裁いたり、人が人をコントロールしたり、支配関係とかね、主従関係みたいなものを、作らないとか、なんか人の人生ほっときなはれ言ったら冷たく聞こえるかもしれませんけれども、人は人、自分は自分、それぞれがちゃんと独立してね、自分らしさを大切にしながら、その自分らしさをお互い認め合いながら、お互い助け合って、そしてお互いに自己実現していくという、このね、素晴らしい関わり、自然体でね、起こりうる出来事、物事、それからお出会いする方々、ご縁、お付き合い、そしてお互いがお互いをね、本当に受け入れ、認め、許し、そして大切にするという、もし何かね、意見の食い違いなんかあったとしても、それを抗ったり争ったりしないっていうね、やっぱりお互い気分よく生きていくことこそが大前提なんですよね。じゃあそんなこと言うてて、こんな風なことになってしまってもいいんですか、心配じゃないんですかなんてね、僕らすぐそういう風に考えてしまうんですけれども、心配する暇あったら信頼するっていうかね、それこそがマイペライなんですよ。これがね、社会に根付いてるっていうのはすごいことですよ。僕ら日本にいた時はね、家族であっても友達同士だったり、彼女とか彼氏とかだったり、夫婦だったりしてもね、お互いがお互いをコントロールしようとしてみたりとかね、何か意見の相違があったら、その自分の考え方を押し付けようとしてしまったりとかね、それから何か親切だと思い込んでおせっかいついつい口出ししてしまったり、やっぱり大前提として信頼ができてないんでしょうね。信頼できてないから心配する。心配といえばね、よく我々日本人はほんまにこれ大丈夫かなとか、もう一回ちゃんとチェックしといた方がいいよとかね、いろいろとね、不安になったり、そう大丈夫かな、騙されるんちゃうかとかね、なんかそういうね、被害妄想というか病的な心配までしてしまうことあるんですけれども、こんなこと言うて、こんなことして周りの人になんて思われるやろうとかね、そういうようなこともあるじゃないですか。だって僕らこんなに豊かなね、日本という国で
生まれて育ってもうフル装備ですよ。住むとこある、食べるところある、着るものある、エアコンも完備、なんだったら車もね持ってたり、タクシー乗ったり、もう電車も走ってるし、バスもあるし、何でもあるんですよ。そんな状態の中でもいろいろ不安感じたりね、心配したりして、だって年間3万人以上の方が自らの手で命を落とさないといけない。これね、平和な国日本と言われるかもしれませんけれども、もうね、戦争は確かに起こってないかもしれませんが、もう心の中はね、心の内戦状態ですよ。年間3万人って毎週日航機が墜落して、これぐらいの人数ですよ。いやー、やっぱりね、学ばされますよね。微笑みの国タイランド、そして地上の楽園パタヤ。なんでここにね、世界中からこんなに豊かな心のね、持ち主の方々が次々と集まってくるのか。いやー、これこそがもうマイペライスピリッツですよね。さて、いかがでしたでしょうか。今日はパタヤから、今日はというかいつもね、パタヤからパタヤ在住ワオチャンネルということでお届けいたしておりますが、興味あってね、パタヤに来てみたいと、住んでみたいなんていう方もねいらっしゃったら、この概要欄に公式 LINE のリンク載せておきますので、そちらポチッと押していただいて、ぜひともお気軽におつながりください。僕はね、ほとんどいつもパタヤにおりますので、実際お越しいただいたらいつでもねお会いすることができます。だいたいいつもジョムティエン、プラタムナック、ウォンガマット、そういったあたりを車でうろうろしておりますので、本当にねご遠慮なくお声掛けいただければななんて思っております。本日は感動と幸せを運ぶエンターテイナー、インスピレーション DJ のオスカー・ワオでお届けいたしました。